こんにちは、こたつ豆ニュースのお時間なのだ。2024年に生まれた子供の数がついに70万人を下回り、68万6千人となりました。これは専門機関の予想を大幅に上回る減少率です。国家の危機と言って良いレベルの大きな問題なので、今回は少子化の現状と対策について、様々なデータをもとに解説していくのだ。少子化の原因を探る前編と、少子化の対策を考える後編の2本立てでお送りしていくのだ。少子化の中身については、かなり誤解されている部分があるので、それをしっかり見ていってほしいのだ。さて、まずは少子化の推移を見てみましょう。このグラフは日本で1年間に子供が生まれた数を年ごとに表したものです。澄んだ色の棒グラフが子供が生まれた数です。左端は戦後の1947年で、戦後から現在まで右肩下がりにあることがわかります。1947年頃の戦後の第一次ベビーブームでは1年間に270万人の子供が生まれていました。1973年頃の第二次ベビーブームでは約200万人。ここから減少が続き、2024年には69万人にまで減りました。特にこの10年ほどの減少率は大きくなっており、2025年は約65万人になることが予想されています。第二次ベビーブーム生まれの方は現在50代前半です。今の子供はこの年代の方の3分の1程度しかいません。こちらは出生数の推移の過去20年のグラフです。先ほどのグラフの最近の部分を拡大したものですね。左端の2007年から2015年までの減り具合と比較すると、2015年頃から大きく減少するようになったことがわかります。少子化の対策は以前から行われてきましたが、あまり効果はなく、むしろ少子化が加速しています。次に、合計特殊出生率を見ていきましょう。合計特殊出生率とは、一人の女性が生涯で産んだ子供の数の平均値です。こちらのグラフの線は合計特殊出生率を表しています。第一次ベビーブームの頃は一人の女性が 4.32 人の子供を産んでいました。第二次ベビーブームでは 2.13 人でした。2024年には 1.15 にまで減っています。合計特殊出生率は 2.07 以上あれば人口は維持できるとされています。日本では1970年代の第二次ベビーブームの頃に 2.07 を下回っています。こちらは日本の人口の推移を表したグラフです。出生率が 2.07 を下回ったのは1970年頃ですが、人口が減り出すまでにはラグがあるため減るのはもっと先です。実際には2004年をピークに日本の人口は減り始めています。それ以降の減り方はとても急激で、人口の減少は今後ますます加速していきます。では人口が減っていくとどのような問題があるのでしょうか。まず、地方の過疎化の問題があります。これは2050年までに人がいなくなる地域を緑色で表した地図です。最近の少子化の加速化からわかるように、実際にはこの地図よりもかなり速いペースで過疎化が進みます。人口が減っていくので、不便な田舎の過疎化は避けられません。過疎地を活性化する試みも行われていますが、現実的にはそれを食い止めることすら困難です。過疎化が進むとインフラの維持費用が多くかかるようになります。水道、電気、道路などを少ない利用者のために維持しなければならず、費用対効果が落ちます。最近では特に北海道などの地方の鉄道路線の維持が問題になっています。また、働き手が減るため産業の力が弱くなっていきます。特に小さな会社がやっている昔ながらの仕事などはその影響を受けやすく、小さなマーケットの商品がどんどん消えていきます。同時に、
相対的に高齢者の比率が高い状態が続きます。いわゆる少子高齢化ですね。こうなると働き手が少ない割に介護などを受ける高齢者が多くなるため、経済的に厳しい状況が何十年も続くことになります。ここまでの話を聞いて、少子化改善のために子供を増やすにはどうしたらいいのかということを考えるかと思いますが、ここに大きな誤解があります。これについては未だに意識している方が少ないため、しっかりと見てもらいたい部分です。先ほど、合計特殊出生率が 1.15 に減ったとお伝えしましたが、この数字から何がわかるのでしょうか。女性が産む子供の数が2から1に減ったのだから、各家庭の子供の数が2人から1人に減ったのでしょうか。この合計特殊出生率というのは平均値なので、そうとは言い切れません。間欠出生子供数というデータがあります。これは結婚している夫婦の子供の数です。左端の1940年頃には1組の夫婦には 4.27 人の子供がいました。1970年頃には 2.20 人になりましたが、現在では 1.9 人ほどです。少し下がってはいますがほぼ横ばいで、3分の1ほどに下がった出生数とは全然違います。結婚している夫婦の子供の数は、実は今も昔もそんなに変わっていないのです。このことから言えるのは、子供の数が減ったのは、結婚した夫婦の子供の数が減ったのではなくて、未婚率が上昇したからだと言えます。平均値というのは結構誤解を生みやすいデータなのです。少子化対策は、子供を産みやすい環境を作る、子育てを支援することが注目されていますが、実はそれはあまり効果がある施策ではなく、大事なのは子供ではなく夫婦の数を増やすことなのです。この点については、すでにデータからはっきりしていますし、専門家もそう指摘しています。にもかかわらず政府の対応やマスコミ報道では、子育て支援についての話ばかりされています。さて、では結婚する夫婦を増やすにはどうしたらよいのでしょうか。これはいろいろな要素が重なっています。まず、若者の結婚に対する考えはどうなのでしょうか。このグラフは、未婚者のうち、いずれ結婚するつもりと答えた方の割合です。左端の1992年では 90% 程度の男女がいずれ結婚するつもりと答えていました。2012年では男性で 81%、女性で 84% と若干下がってはいますが、それでも 80% 以上の男女が結婚を希望しています。したがって、結婚する意思はあるけれど何らかの理由のために、まだ結婚に至っていないということが言えます。では結婚していない理由は何なのでしょうか。出生動向基本調査によると、1、適当な相手がいない。2、まだ結婚する必要はないと思う。3位、一人の方が気楽。4位、お金がない。という結果になっています。男女で若干の違いはあるものの、おおむねこういった結果でした。このアンケートは25歳から34歳の男女に尋ねたものなので、20代の方などはおそらく結婚に対する切迫感はなく、まだ結婚する必要はないと思う、一人の方が気楽、といった回答が多くなっているのではないかと思います。また、1位の適当な相手がいないという言葉には、そのままの意味だけではなく、結婚する条件に当てはまる相手がいないという意味も含まれると思います。性格、容姿、収入、身分、家庭についての考え方など、様々な条件をクリアする相手が見つかっていないということです。では、相手が見つからないという点について見てみましょう。こちらのグラフは、結婚した夫婦がどういった形で結婚に至ったのかを示しています。恋愛結婚、お見合い結婚がほとんどで、
恋愛結婚の割合は戦後から現在までに大きく増えましたが、お見合い結婚はそれとは真逆に大きく減っています。この図だけ見ると、単に恋愛結婚とお見合い結婚の割合が逆転しただけに見えます。ですが、一つのデータを見ただけでは真実を見落とすこともあります。このデータを実際の人数に変換してみると面白いことがわかります。こちらは恋愛結婚とお見合い結婚の数を示したグラフです。青色のグラフが恋愛結婚の数、オレンジ色がお見合い結婚の数です。それに緑色の線で先ほどの出生数を同時に表示しました。これを見ると、青色のグラフは1970年頃から2010年頃までそれほど変化はありません。一方で、オレンジ色のグラフが大きく減っています。緑色の線、つまり全体の出生数が減っているのは、お見合い結婚がなくなったからだと言えます。結婚していない理由の適当な相手がいないというのは、最近の傾向ではなく実は昔からで、その相手探しは親がやっていました。ですがその文化が急速に廃れてしまい、その結果、お見合いがなくなった分だけ全体の婚姻件数が減ったというのが、70年から2010年までの理由です。2010年以降は恋愛結婚の数も減り出していますので、これは他の要因がありそうです。少し話が戻りますが、子供が減っているのは女性が産む子供の数が減っているからではなく、結婚しない人が増えているからだという話をしました。このグラフの青とオレンジは結婚した人の数で、緑の線は生まれた子供の数です。別の数字を表しているのに同じ形になっています。つまりこのグラフからも子供の数は結婚した人の数と一致しているということがわかると思います。というわけで、少子化問題についてのこの動画前編では次のことを確認してきたのだ。日本の少子化はこの10年ほどでさらに加速している。少子化対策には子育て支援ではなく結婚支援が必要。お見合い結婚がなくなったことが少子化に直結している。なぜかあまり意識されていないこれらのことをもとに、具体的に少子化を止めるにはどうすればよいのかを、次の後編の動画では見ていくのだ。次の動画も見てみたいという方は、高評価とチャンネル登録をお願いしますのだ。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございますなのだ。